ども、まず最初にですね、先日、角川先生からですね、6ビートクロールと、2ビートクロールの比較された研究が出されてたと思うんですけれども、その研究について角川先生の方からお話ししていただきたいと思います。角川先生、よろしくお願いします。はい。聞こえますか？もともとは平泳ぎの研究をしていたんですけど、平泳ぎの中でも水泳中に体にはその水の力、抵抗であったり推進力っていう水の力が働くんですけど、今日はそれでそういう力を流体力って言ってしまうんですが、流体力って言ってたら推進力とか抵抗力とか全部一括りにしたものだと思ってください。で、そういう研究をその博士論文が終わった後にやっていて、で、クロール中の流体力っていうものを研究し始めました。で、ちょっと簡単になんですけど、流体力って何なんだろうっていうのをだけ最初に、お話しさせていただければと思います。で、ウィンドウが出てこない。スライドがあれ？共有ができない。とりあえず今の話を聞く限りでもかなりマニアックな回になりそうですね。画面の今すぐ共有でウィンドウ一回なんかパワポを開いてから最小化してると出てこないみたいなんで。開いてます。開いて。すいません。来ましたね。泳いでいる時っていうのは、こうやってクロールであれば手で水をかくような動作をすると思うんですけど、こういう動作をすると、体の周りに水の流れが発生して、ちょっと分かりにくいかもしれないんですが、手のひら側は水を押すような力が働くので圧力が高くなります。で、反対に手の甲側っていうのは、水の流れによって圧力が低下します。で、こういうふうに圧力の差が生じて、これが、推進力だったり抵抗力の元となります。で、ちょっと余談なんですけど、こういうふうに、水を押して進んでるっていう感覚だと思うんですけど、実際はこの圧力が低下するっていうのはすごい影響が大きくて、どちらかというと、現象としては水を押して進んでるっていうよりも、圧力低下に引っ張られて前に進んでるっていうような感じになってます。で、これがもし推進に貢献する流体力、水の力であれば推進力というふうに言われます。反対に泳いでいるときに水が体の前面にぶつかって、こちら側、前面側が圧力が高くなって反対側が低くなれば、これは推進を妨げる流体力ということで、抵抗力と一般的に言われています。最近の研究としては、こんな感じでモーションキャプチャーというのをそれに組み合わせていて、体がどういう動きをしていたかっていうのを、自動で認識できるシステムを使って分析しています。で、これに加えて、先ほど説明したその体の表面の圧力っていうのを計測するために、体に小型な圧力センサーを装着して、泳いでいます。音がうるさいかな。音うるさいんでちょっと止めますが、これが実際に実験をしているような風景になっていて、水中にカメラを沈めてモーションキャプチャーしながら、こういう圧力測定用の、機材を横で動かしながら、測定しています。はい。で、先ほどのバタ足の話に戻るんですが、成田先生が2年前に発表された論文がかなり話題になっていたんですけど、
綿足をすることで抵抗が増えるっていうのは、事実だと思っていて、全然それは異論はないんですけど、ちょっと報道のされ方があんまり良くなくて、なんか速くなる効果がないっていうようなことまで言われてしまっていて、だけど、泳いでいる選手見れば、ほとんどの人がバタ足を打ちながら泳いでいるので、そんなことないだろうっていうことが、ちょっと思っていたので、研究で、キックの研究もしてみました。ちょっと長い。大丈夫ですか？大丈夫です。で泳いでいる時っていうのは抵抗、増えるんですけど、水の中で浮いている状態で何もしなければ、手も足も動かさなければ抵抗っていうのは発生しないので、抵抗小さいんですけど、同時に動かさなければ推進力も発生しないので、前には進むことができないですよね。なので、人間は泳ぐときに、例えば腕を回して水をかいて前に進むんですけど、その時っていうのは実は抵抗も増えていて、ストリームラインの時より腕を回している時の方が抵抗は大きい。だけど、その抵抗の増大分よりも推進力の増大分の方が大きいので前に進むことができるっていうふうに考えてます。で、同じことがバタ足でも言えるんじゃないかと思っていて、で足を動かすと、バタ足をすると、抵抗はもちろん増えるんですけど、全身で働く抵抗力としては増えるんですけど、それと同時に、推進力も発揮していて、で、特に短距離種目がこうっていうふうに考えています。